エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はコピックを使った服の塗り方を解説します。100均などのイラストマーカーにも応用できるので、よかったら参考にしてみてください。線画は顔の塗り方と同じものを使います。線画のデータは動画の説明欄で配布していますので、もしよければ色塗りの練習や塗り絵に使ってください。服を塗るときに特に難しいのが影の塗り方と、広い面を塗るときにムラになってしまうところだと思うので、実際に塗りながら解説していきます。まずはフリルのついたエプロン風の服から塗っていきます。私の場合、服を塗るときはまず影から塗り始めます。影の色は薄い色と濃い色で2色ほど使います。今回は水色と紫を選びました。影と聞くと黒っぽい色が思い浮かびますが、影の色が黒すぎると絵が汚れて見えることがあるので、グレー以外の色を選んでもいいと思います。私がよく使う影の色はウォームグレーやクールグレー、紫、水色などですが、夕方の絵なら赤っぽい色や夜には紫など環境に合った影の色を選ぶと自然な絵になると思います。フリルの影はくぼんだところを濃く、膨らんだところは薄くなるように塗ります。布の内側は暗めに塗ります。どのような影を塗ればいいかわからないときは資料を見ます。絵と同じような服を着て同じポーズで自撮りしたり、ピンタレストで検索して参考になる写真を探します。服のシワや影に注目して濃い影、薄い影がある場所を観察すると、どのように塗ればいいかわかると思います。濃い影から薄いところへ矢印の方向にペンをシュッと動かすと濃淡がうまく出ます。影がはっきり出ているところはぼかさずに、影が薄くなるところはブラシの跡が残らないようにぼかします。ウエストを締めた服装なので腰回りに影を塗ります。服のシワの線に合わせて影を塗ります。シャツの影をウォームグレーで塗ります。エプロンと別の服なのでなんとなく色を変えました。左腕の下にある影も塗ります。腕を置いた重みでへこんでいるところが影になります。胸が大きい場合はこの辺りに影が入りますが、今回はペタンコなので影がありません。次は袖を塗ります。膨らんだ袖の下とフリルの下に影を塗ります。青で袖の色を先ほどの影に重ねて塗ります。外側は光が当たっているので少し塗り残しています。右腕の袖は下の色が乾く前に重ね塗りしたので綺麗にぼかすことができました。次はスカートを塗ります。まずはエプロンの影を紫で塗ります。袖と同じ色にするので青をスカート全体に塗ります。広い面を塗るときにはペンを寝かせて持つと線幅が太くなって塗りやすいです。ブロードニブに持ち替えるのもいいと思います。色ムラにならないためのコツですが、一回ささっと塗った状態だと白っぽい部分が残ることがあるので、インクが乾く前に素早く重ね塗りをしてムラをなくします。インクが少ないペンだとムラになりやすいので、インクを補充するか新しいペンを用意した方がいいです。膝下に紫で影を追加しました。インクが乾く前に塗ることで綺麗になじませることができます。逆にはっきりとした影にしたいときは乾いてから重ね塗りします。足の影にクールグレーを塗ります。塗り忘れていたスカートを塗ります。靴も同じ青で塗りましたが濃くしたくなったので B14 で重ね塗りしました。リボンはスカートと同じ青で、リボンの内側とシワに紫で影を塗ります。ついでにシャツも塗ります。リボンの色を濃くしたくなったので影に使った色で重ね塗りします。頭のリボンを塗り忘れていたのでウォームグレーで塗ります。服の色塗り完成ということで、服を塗るときはインクが乾く前に重ね塗りしてムラをなくしたり、絵が汚れて見えないように影の色選びに気をつけたり、写真で影のつき方を確認すると塗りやすくなると思います。よかったら参考にしてみてください。コピックの塗り方、人物編は今回でおしまいです。顔や目、髪の塗り方の動画もあるので、よかったらそちらも見てみてください。この動画が参考になったよという方は高評価ボタンを押してもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。このチャンネルではお絵描き関連の動画を投稿しています。お絵描きが好きな人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画で使用した画材や線画のデータ、他の講座のリンクは動画の説明欄に書いておきます。ご視聴ありがとうございました。